こんにちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。前回横画の書き方を解説したんですけれども、今回は、実用書道における縦画の書き方を解説していきます。こちら、症状の書き方の69ページを元にしています。縦画の書き方というのもいろいろあるんですけれども、大まかに分けて今回も3種類を解説をしていきたいと思います。1つ目が起筆45度の縦画、2つ目が軽い起筆の縦画で、3つ目が逆筆を使った縦画となります。それでは1つずつ解説をしていきます。まずは起筆45度の縦画です。起筆45度でまずドンと入れます。下に筆を抜きながら送筆。で、形は起筆部分が最も太くなりますね。で、細くなっていくっていう形。くさび型の形ですね。で、これは縦画を強調したいときに使います。そんなに使う頻度は高くないんですけれども、縦画強調したいときによく使われます。では作例。山とか上とか出るなんかで使いますね。画数の少ない文字の時に使うことが多いです。出るは少し多いんですけど、例えば上だったりとか山なんかは三画しかないので、画数が少ない時に使うことが多いです。はい、2つ目、軽い起筆の縦画になります。で、筆を置いてそのまま下に行きます。まっすぐ。で、結果としてこの筆が入ったところ、入筆した部分は45度になってますよね。置けば45度になるということです。で、そのまま下に持っていく。で、起筆、送筆、太さの変化はありません。そのまま寸胴で下に行っています。で、この一番シンプルというか動きとしてはシンプルな縦画が最も使用頻度は高いと言えますね。実際使っていても使い勝手のいい縦画と言えます。ついでにこのね、収筆の部分、ここもちょっと説明しますね。まず止めるときは来ましたらこんな感じで止め直す。で、2つ目じゃ跳ねてみましょう。左に跳ねる場合、まっすぐ来て少しね、左下に行きます。そして横に抜く。で、3つ目が抜くとき、行きました。まっすぐ行ったらそのまんま抜きます。使用頻度はこれが高いのかなと思うんですけども、抜くときちょっとポイントがあって、左側真下で、太さできるだけキープしといて、抜くときに右側を抜いていくイメージだといいと思います。もちろんね、まっすぐこういう風にまっすぐなってもいいんですけど、こっちには曲がらない方がいいです。右下には行かないようにしてください。左下に向かう分には全然構いません。では作例で1つ目で、ここですね。
置いてそのまま真下。今ちょっと木で跳ねてみました。小学校とかでもここね止めて教わるんですけれども、跳ねても間違いではありません。で跳ね、先ほどちょっと抽出の説明したんですけれども、切って少し左下に向かってから真横に抜くという形になってます。ここですね、置いてそのまま下に行きます。で太さキープしてから抜く。で抜くときは左側はまっすぐのまんまで、右側が内側に入っていくイメージ。置いてそのまま真下で、止めるのであれば止め直す。中はね止めたりとか伸ばしたりとかいろいろありますけれどもね、それの時々によって形変えてみてください。はい、3つ目の縦角なんですけれども、逆筆です。でこれはちょっとね特殊な技術なんで、無理にね覚えることもないんですけれども、使えるとねとても便利なので、もしねよろしければチャレンジしてみてください。で筆を置きます。でそしたら一回で上上がるんですよ。ほんで例えば抜く場合、あともう一パターンあって、上に一回行ってやっぱ抜く。で抜いてる方向違うんですね。でさっきね作例でやったんですけど、中とモースなんですけれども、この1画目、この短い縦角なんですけれども、ここ逆筆使ってます。ここも。でどういう時に使うかっていうと、中の場合であればこういうちょっと反った線、ちょっと反ったような線で真下に行きたい時に使ってます。これ同じこと、モースって時も使ってます。はい、では作例いってみます。はい、最初逆筆上に行ってから下の方に少し巻くような線で。4とか、あと里とか。よしって字とか。これはちょっと今までの字と少し違う方の、書き方なんですけども、逆筆で入ってそのまま左払いに行くパターン。はい、次ですね。はい。ということで今日は起筆45度の縦角、軽い起筆の縦角、逆筆を使った縦角の3種類を解説をしていきました。この他にもね、いろいろあるんですけれども、大体この3種類が使いこなせれば、表現の幅を広く文字が書けますので、参考にしていただければ幸いです。はい。以上となります。ご視聴ありがとうございました。